Olá, pessoal. Eu sou a Ruchi. Neste canal, todo sábado, compartilho as surpresas e os choques culturais que sinto vivendo no Brasil, vindo do Japão. Se você gostar, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso me deixa super feliz.今回の動画では、今更気づいたブラジルになくて困ったもの。一人でドキドキしながら買い物に出かけたら言語の壁にぶち当たったエピソード。また見つけたクリチバのおすすめスポットもご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。ブラジルライフ。先週もお話ししたように、最近アゴダでずっと日本のホテルを探してて、朝食ビュッフェの写真ばっかりチェックしてたら、無性にホテルみたいな朝食が食べたくなってしまったので、それっぽいものを作ってみました。いい一日はいい朝食からみたいなスローガンをどこかで聞いたことがありますが、あながち間違ってないなと思います。朝を気持ちよくスタートできると、なんとなくその日一日が素敵になりそうな気がします。今ブラジルはイチゴの季節なのか、先週スーパーで1パック120円ぐらいだったので迷わず買っちゃいました。日本ではイチゴって高級品なので、朝から食べれるのはかなり嬉しいです。マンゴーは安定の美味しさです。小学生の時、人生で初めて作った料理がスクランブルエッグでした。シンプルだけど美味しいですよね。皆さんは何の卵料理が好きですか？サラミって日本にいる時はあんまり食べなかったんですが、夫が好きでよく買うので、私もいつの間にか影響されてハマってます。癖になる美味しさですよね。最近は手作りオレンジジュースにすっかりハマってしまい、いつもスーパーでオレンジを20個ぐらい買ってます。それだけ買っても300円ぐらいなので本当に安いです。コーヒーとジュース両方あるのがホテルの朝食っぽくてテンションが上がります。毎日こんな朝食の準備はさすがにできないんですが、週末の新しいルーティンにしようと思います。ブラジルライフ。さて、私はブラジルに移住して約1年半なんですが、タイトルにもあるように最近あるものがブラジルにないことに気づいたんです。実は日本のお友達にブラジルから誕生日カードを送ろうと思って、この間雑貨屋さんでバースデーカードを探しに行きました。この雑貨屋さん、お菓子からキッチン用品、インテリアグッズなど何でも売っていて、狭い空間にぎっしり商品が積まれています。日本人目線としては、もしも地震が来たら一発でアウトだななんて思っちゃうんですが、ブラジルは地理的に見て地震が起こる確率はほぼゼロに近いと言われています。治安の面では心配されがちですが、自然災害の点で考えると日本よりも何百倍も安全な国だなって思ったりもします。そんな話はさておき、お目当てのカードを発見。お誕生日カードも海外っぽいデザインで見ていて楽しいです。さて、無事にカードをゲットし、お手紙を書いて住所もバッチリ記入してポストに投函しようと思ったんですけど、ここであることに気づきます。そういえば郵便ポストってどこにあったっけ？今まで意識して見てなかったですが、そういえばブラジルで道端に郵便ポストらしきものを見かけたことがありません。調べてみると、昔はブラジルにも黄色や青色のポストが設置されていて、手紙やハガキを投函できたそうです。でもメールやワッツアップが普及したことや防犯の問題などからだんだん撤去されてしまったそうです。日本だと未だに街のあちこちに赤い郵便ポストがありますよね。はがきはもちろん、レターパックみたいな軽めの荷物まで投函できて、24時間いつでも好きな時に出せるのが便利。それに慣れていた私にとって、ブラジルで手紙1通出すのにわざわざ郵便局まで行かなきゃいけないのはちょっと面倒だなと感じます。あと、手紙を出す時って可愛い切手を選んで貼るのも楽しみの一つですが、ブラジルの郵便局ではバーコードみたいなシールをペタッと貼られただけでちょっと味気なくて残念でした。そもそもブラジルにはあんまり手紙を送る文化がもうあんまり存在しないのかななんて思ったり、
一方日本では昔よりは減ったとはいえ、お正月に年賀状を送る習慣が今でも根強く残っていますよね。その違いがポストの有無にも影響しているのかななんて思ったりもしました。今まで郵便ポストについてあんまり深く考えたことがなかったですけど、世界的に見ても未だに郵便ポストが存在している国の方がもしかして珍しいのか、日本ってかなりアナログな国なんじゃないかなとかいろいろ思ったりします。でももしかすると日本でも将来いつか郵便ポストが街からなくなってしまう日が来るかもしれませんね。もう一つの驚きは郵送料金の高さと謎の値段設定。通常配達だと配達日数が12日から20日ほどで約780円、速達だと9日から12日で約5200円。日数があまり変わらないのに目が飛び出そうになる速達の料金設定でした。もちろん今回は通常配達でお願いしました。日にちはもう間に合わなくてもいいから、とりあえず無事に地球の反対側まで届くことを願うばかりです。ブラジルライフ。さて、引き続き今週私が見たブラジルの日常をシェアしていきたいと思います。前回の動画で私が日本の無印良品みたいな雑貨屋さんないかなとつぶやいていましたが、何名かの視聴者の方が反応してくださり、おすすめのお店を教えてくださいました。その中でも一番多かったのがトックストックっていうお店。なんか TikTok みたいな名前だなぁなんて思いながら調べると、ブラジルの有名な家具インテリアショップらしく、これは行ってみないとということで、早速前回動画を上げた次の日に栗千葉市内にある店舗へ行ってきました。日曜日の午後だったからかお店はガラガラで、店員さんの人数の方が多かったです。店内は美術館かなって思うほど静かで、なんか変に緊張してしまいました。このトックストックは1978年にサンパウロで生まれたブラジル発のブランド。モダンでシンプルなデザインの家具や雑貨が揃っていて、ちょっと北欧っぽさやイタリアっぽさを感じるスタイルが特徴です。ソファーやテーブルなどの大きな家具はもちろん、クッションやランプ、キッチン用品など暮らしを彩る小物もたくさん。シーズンごとのデコレーションアイテムもあって、見ているだけでインテリアのアイデアが広がります。イメージ的には IKEA にちょっと似てるけど、少し高級感があってデザイン重視な感じでした。都会的でおしゃれなファミリーや若い人たちに人気のお店みたいです。値段は私には結構高めな印象で、無印良品みたいに気軽に買える感じではないですが、見ているだけでも楽しめるお店でした。もし将来マイホームを買ったらこんなものが欲しいなとか、こんなインテリアにしたいなみたいに夢が広がる空間です。今回個人的に一番欲しいなって思ったのは、蓋がとても穏やかに閉まるこのゴミ箱です。我が家のゴミ箱たちもこの足で踏んで蓋を開けるタイプなんですが、閉まるたびにバンバン音がするのが気になっていて、このタイプに変えたら生活が優雅になりそうだなと思いました。でもさすがにゴミ箱一つに7000円はちょっと高いなって思って手は出せませんでした。でもいろんなアイデアがもらえて楽しかったし、来てみてよかったです。教えてくださった視聴者の皆さん、ありがとうございました。この後は夫の友人に勧めてもらったベーカリーへ。日本のパン屋さんってこじんまりしてて、パンを買って持ち帰って食べるっていうイメージですが、ブラジルではパン屋さんの概念が少し違う気がします。パンだけじゃなくてケーキも売られていて、その場でコーヒーと一緒に食べられるカフェスペースがあるところが多いです。ただパンを買う場所っていうよりも、朝ごはんを食べたり友達とおしゃべりをしたり、ちょっとした憩いの場として利用されている印象です。ブラジルではこの小さめのフランスパンが主流で、外がカリカリで中がふわふわでとても柔らかくて美味しいです。夫はこちらを注文。ハム好きにはたまらないボリューミーな一品。もはやハムの味しかしないです。私はターキーのサンドイッチと卵サンド。私はチャイラテが好きで、こういうカフェに来てメニューに見つけると必ず注文するんですが、
未だに本物のチャイラテに出会ったことがありません。普通にミルクティーみたいで美味しいんですけど、チャイの独特な味がしないんですよね。ブラジルではあんまり人気がないのかもしれませんね。ブラジルライフ。さて、週の中日。今日は一人でちょっとしたお買い物へ。だいたい何か買い物をするときって夫と出かけることがほとんどで、レジや注文もいつも夫任せなんですが、このままじゃいかんと思って今日は意を決して一人で出かけます。スーパーで何か買うぐらいだったらあんまり緊張しないのですが、今日は薬局で処方箋へ、そして園芸店でこの間買った観葉植物の鉢を探しに行きます。今日は雲一つない空、お散歩日和です。ブラジルではだいたいどの公園にも置いてあるエクササイズ用の器具。年配の方たちが使ってるイメージですが、私も毎朝来て一緒にエクササイズしたいなって思いつつ、この公開スタイルはやっぱりちょっと恥ずかしいので未だに挑戦できてません。こういう何気ない散歩中でも突然綺麗な花や自然が現れることの多いブラジル。綺麗だなと思って写真撮影していると、通りすがりの人によく声をかけられます。多分道端で写真撮ってる姿が面白いんでしょうか。この日も通りすがりのおじいさんに話しかけられました。Lavanda. Yeah, lavanda? Não sei. Não sei. Queria descobrir lavanda. Bonita, né? Da onde que você é? Você fala From? from Japanese? Japonês? Yeah. Trae, não me lembro, japonês, abelhas. Atrativo de abelhas, me entende em português? Abelhas? Abelhas? Você fala inglês? Pouco, aqui, ó. Tchau. 最近よく思うんですが、言語を覚える一番の近道って体験と紐付けて覚えることだなと思います。教科書とかでただ字だけを見て覚えてもすぐに忘れてしまいますが、この日のように私にとって初めてだったアベーリャっていう単語は、私の中では紫の花の香りとおじいちゃんの姿と紐付けされるので、なかなか忘れないと思います。そう思うとやっぱり外に出てみるもんですね。でも私は性格上そんな外交的ではないので、無理のない範囲でぼちぼち頑張ろうと思います。そんなこんなで薬局に到着。この日はいつも飲んでるサプリを買いに。処方箋に行かないと出してもらえないので、ドキドキしながら列に並びます。Você tem este suplemento と頭の中でポルトガル語を呪文のように唱えながら順番を待ちます。無事に伝えられたんですが、多分なんかお店の会員の説明をされたのか、全く聞き取れず適当にはいと返事。そしたら CPF 番号と携帯番号を聞かれて、予想外の展開に少し焦りました。思ったんですが、なんで私がブラジルのレジでいつも緊張するかというと、ブラジルだとアジア人の見た目の私でも黙ってると外国人扱いされずに現地人だと思われて、ペラペラとポルトガル語で話されます。先に自分から私はポルトガル語が話せませんっていうアピールをしないと、店員さんも気づかずにノンストップで喋ってくる印象です。日本だと日本人の見た目以外の人は全員外国人っていう印象なので、日本の店員さんはレジとかでは外国の方たちに対して様子を伺いながらゆっくり喋ってみたりとかすると思うんですけど、ブラジルだと見た目では現地の人か外国人か分かりにくいっていうところの違いがあるのかなと思います。Sorry, eu não falo português. Vou pagar no débito? Yeah, por favor. Obrigada. Tchau. なんとか無事にお会計を終わらせ、次は園芸店を目指します。普段車で行くので近く感じてたんですが、歩いてみると意外と遠くてちょっと後悔してます。園芸店へ到着。とりあえずバソピケーノとプラトパラバソという単語を頭に叩き込んで入店。
かわいいポットがたくさん並んでいます。Eu não falo português. Eu quero platos para... Para esse? Yeah. Oh, yeah. Okay. Good. ちょっと困ったように笑いながらも丁寧に対応してくれた店員さんに感謝です。そんな感じでドキドキしながらも無事に買い物が終了し、なんだかすがすがしい気分です。空がいつもより青く輝いて見える気がします。それにしても今日は暑いです。この日は最高気温27度。つい最近まで40度を超えていた日本の方たちからは、そんなで暑いって言うなとツッコミの声が聞こえてきますが、久しぶりに汗をダラダラにかきました。ブラジルは確実に夏に向かってる感じですね。家に帰ってから大好きなスイカジュースで一息。炭酸と割って飲むのが最高です。ブラジルライフ。さて、今週も先週に引き続き週の半ばのリフレッシュで外食へ。今回は街中にある人気の韓国料理店へ。ちょっと前に韓国ドラマを何本か見て以来、韓国料理に興味を持ち始めた夫。日本に帰国したら韓国料理もたくさん食べる予定だったんですが、もしかしたら栗千葉にも韓国料理のレストランあるんじゃないかとふと思い調べてみると、いくつか候補が出てきました。その中でも人気そうだったこのお店、Google レビューで5つ星のレストランは初めて見ました。しかも口コミが1500件以上。さすがに気になりすぎて迷わず直行しました。ここは栗千葉のダウンタウンにあるスポットコンパクトモールという名前の通りコンパクトな商業施設で、1階部分がフードコートのようになっていて、お目当ての韓国料理屋さんもこの中に入っているようです。中にはスターバックス、ハンバーガー、アラブ料理、イタリアン、そして日本料理のお店もありました。でもその中でもダントツでこの韓国料理屋さんが人気で、絶え間なくお客さんが来ていました。お店には韓国のドリンクやお菓子、そしてモニターではNetflixの大ヒット作品愛の不時着が流れていて、韓国感満載です。受付で出迎えてくれたのは、テレビから飛び出してきたのかと思うほど元気でフレンドリーなおじさん。めちゃくちゃ忙しそうなのにメニューの説明をとても丁寧にしてくれました。 Google の口コミを見ると、みんな口を揃えて完璧なアテンドと評価をしていたので、なるほど、このことかと思いました。Coreano, tá gravando? Oh, você faz YouTube? 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 여기는 요리보고요. 반갑습니다. 네, 자, 비빔밥. YouTube 用に撮影してると伝えると、顔出しで載せてくれていいよと言ってくれました。開店から閉店までずっとこのテンションで働いてるんだと思うと尊敬しかありません。まだ料理は食べてないですが、もうすでにもう一回来たくなるようなお店です。やっぱり料理の味と同じぐらい店員さんの人柄って大事ですよね。皆さんもぜひこの素敵な店員さんに会いに行ってほしいです。料理を待っている間、夫の目はお隣のめっちゃボリューミーなハンバーガーに釘付けになっていました。次回試してみようと思います。料理が到着しました。私はビビンバ、夫はトッポギとキンパを注文。ビビンバは一度にご飯も肉も野菜も食べれるから私の大好物の一つです。綺麗に盛り付けられていますが、ぐちゃぐちゃにかき混ぜてから食べるのが本場の食べ方らしいです。やっぱり醤油とか味噌、ごま油の味付けってすごく落ち着きます。トッポギもキンパも美味しかったです。私はブラジルのフェージョンとかバーベキューも好きだし、イタリアンとか洋食も好きだけど、最近感じるのはやっぱり自分の体の土台は和食だなっていうことです。こ
れはどこの国の人もわかると思いますが、やっぱり小さい頃から慣れ親しんでいる母国の味って体に入ってきた時の安心感というか満足感が違う気がします。最近では家でも照り焼きとか味噌の日本の味付けのものを頻繁に作るようになりました。お米も最近見つけたこのウバノの寿司用のライスが日本の米と近くて美味しいです。形は丸くてコロコロしてて見た目は違いますが、炊き上がりがツヤツヤでもちもちした食感が日本っぽいです。最近照り焼きも日本酒やみりんなど特別な調味料を使わずにブラジルの材料で作るレシピを試作中です。ちなみにこれからレシピ動画は別のチャンネルにアップしていく予定で、そちらの新しい料理チャンネルも開設したらお知らせしますね。ブラジルライフ。というわけで今回も日本人がブラジルで見た日常をお届けしました。ちなみに次回は視聴者さんに教えていただいたクリチバ周辺の観光スポットをご紹介する予定なので、そちらも楽しみにお待ちください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。楽しんでいただけたらいいねとチャンネル登録で応援してもらえると励みになります。Tenham todos ótimo fim de semana. A gente se ve no próximo sábado. Tchau, tchau.